あなたにとって美味しいコーヒーって、スタバのコーヒー一杯1000円やそれ以上するコーヒー、それとも世界一高いコーヒー豆を世界一のバリスタが抽出したコーヒーでしょうか？はい、どうもこんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタ豊です。このチャンネルは美味しいコーヒーを求めるチャンネルです。本日はその最大の目的である美味しいコーヒーについて話していきます。果たして世界一高い豆を世界一のバリスタが入れたら、それは全員にとって美味しいのか？まず大前提から話します。美味しいコーヒーは人によって違います。なので正解は一つではありません。人によって好みの味というのが違うので、誰もが美味しいコーヒーを作るのは到底無理な話なんですね。なので自分の好みを知ることで、あなたにとっての美味しいコーヒーにたどり着くことができるということになります。COE カップオブエクセレンスを説明しますと、その年に生産された最高品質の豆のみに与えられる最も権威のある国際品評会の称号になります。なのでその品評会でその年で一番美味しい豆なんじゃないかと思われる方もいるかもしれません。確かにその COE はコーヒー豆の味を数値化にして点数にしています。なので点数が高ければ美味しいと客観的に思われているコーヒー豆にはなります。ただそこに僕は疑問が一つできるというか、例えばの話なんですけども、果たしてテストの点数が高い人が一番優秀なのか、一番賢いのかって言われると、そうではないんじゃないですかって思うんですね。テストの点数も点数の取り方っていうのがあると思います。COE の点数もちょっと似てるところがあって、香りがより花やフルーツ系であれば高得点になりやすいっていう得点の傾向がありますね。で、豆の品種によって香りが強く出るところとか華やかな香りになったりする豆の種類もあります。なのでこの豆の品種を使えばより高得点が取れるというふうなこともできるんですね。なので僕は点数が高ければ必ずしも美味しい豆というわけではないというふうに思っております。それにコーヒーというのはもっと好みが分かれるドリンクです。例えば僕の場合だと浅入りでよりフルーティーなコーヒーが好きなんですけども、日本の多くの人は酸味が苦手だというふうに聞きます。浅入りと深入りで酸味が際立っているもので苦味が強いものというふうに分かれています。この浅入りとか深入りというのは焙煎度合いというんですけども、僕はこの焙煎度合いをよくステーキの焼き加減で説明します。例えばいい肉が手に入ったらあまり焼きすぎないようにミディアムレアにするのが、僕のスタイルです。でコーヒー豆も同じように浅入りで、豆本来の味を飲みたいと思ってます。しかし人によってはステーキ切った時に少しでも赤かったら嫌だっていう人ももちろんいます。コーヒーも同じように苦味が欲しいという人ももちろんいます。でここで一つ補足説明なんですけども、なぜ浅入りの場合だと酸味が出てくるのか。コーヒー豆ってコーヒーチェリーというフルーツの種なんですね。なのでフルーツ由来の酸味が豆本来の中に入ってるんです。有機酸と言われる、クエン酸やリンゴ酸のようなものですねが多く残ってます。なので、酸味があるのが当たり前というふうになります。それをより焼くことによって香り豊かになったり苦味に変わったりします。なので人によって好みが違うというのが分かってくれたと思います。ではどのようにして自分の好みっていうのを知るのか。その答えはたくさん飲むしかありません。これも例えばの話なんですけども、パスタがあるとします。メニューをやるときに味いろいろありますよね。トマト味、ペペロンチーノとかのオイル系であったりとか、クリームパスタとかね、あと和風のパスタ、ジェノベーゼなんていうものがありますね。でどれが一番好きですか？もちろんその日の気分によって変わるかもしれませんが、大抵の人は
私はトマトが好き、友達が好き、ペスカトーレが好きとか、私はボンゴレビアンコが好きとかなんかあると思うんですよ。でもそれが答えれるのはなぜかというと、食べたことがあるからです。全部とは言わないけども、ほとんど食べたことがある。いろんな味を食べたことがあるからです。じゃあ、コーヒー豆ってどんな種類があるのという話になります。細かく分けると覚えきれないので、ざっくりと説明します。まずは、ブレンドとシングルオリジン。ブレンドとは、たくさんの喫茶店とかで飲まれているようなコーヒー豆のほとんどはブレンドされているものです。一つの生産地ではなくて、様々な生産地から集めて一つのブレンドにしてます。だいたい3から4種類が多いです。その理由としては、一つの産地だと個性があるので、その個性をよりまろやかにする、より多くの人が好きになるような味にするために、いろんな個性を集めて角を取るようなイメージですかね。個性がとんがっているとしたら、別のものを入れることによってより丸くするイメージです。で、それとは逆にシングルオリジンとは一つの産地で一つの農園、さらには一つの生成方法で作られているコーヒー豆のことをシングルオリジンと言われます。中には一つの産地と生成方法だけで分けているところがありますが、比較的に一つの場所で採れたその土地の個性が現れるコーヒー豆だと思ってください。で、そのシングルオリジンにはさらに生成方法と焙煎度合いで覚えてもらえるといいと思います。で、生成方法は、ウォッシュとナチュラル、ハニープロセスとアナエロビック。この4つを覚えてもらえると、ほぼ網羅できていると思ってください。で、焙煎度合いなんですけども、大きく分けると、浅入り、中入り、深入りの3段階なんですけども、本来は8段階に分かれています。ライトロースト、一番浅入りですね。うっすらと小麦色になったものなんですけども、コーヒーらしい香りやコクはまだまだ十分では、一般的にはあまり飲まれてないとは思います。で、次にシナモンロースト。これもまだまだ浅い入りよりで、シナモン色なんですけども、豆によってはまだ青臭さが残る焙煎度合いで、しかし豆の酸味を最も強い焙煎方法なので、酸味が好きにはたまらない一杯が抽出できます。で、ミディアムロースト。こちらから中入り寄りになりますね。コーヒーらしい香ばしさとまろやかな酸味がある。そしてわずかな苦味も感じれるという風な焙煎度合いになります。次にハイロースト。これが中入りですね。爽やかな酸味を残しつつ、コーヒーらしい苦味と甘みが現れ、バランスの取れた味わいになります。で、シティロースト。これが深入りの、中深入りですかね。深入りの最初の段階であるシティローストは、酸味と苦味のバランスが取れた、最も一般的な焙煎度合いと言われています。日本でもレギュラーコーヒーの王道となりつつあるみたいですね。次にフルシティロースト。酸味が少なくなるとともに、苦味が際立ってくる焙煎度合いです。で、香ばしい香りも、より一層強くなって始めるので、コーヒーの芳醇な香りを楽しむことができます。次にフレンチロースト。これはめちゃめちゃ深くなりますね。ほぼ黒に近い焦げ茶色になると、コーヒー豆の油が表面に出始めます。酸味はほとんどないですね。で、苦味がより一層際立って、香りの質も変化してきます。だいたいカフェオレとか合わせるのに向いてると思います。で、次にイタリアンロースト。ほぼ黒の状態まで持っていったコーヒーの表面は油でツヤツヤに光り出します。重厚な苦味と深いコクが特徴で、エスプレッソやカプチーノ、イタリアを代表するコーヒーの飲み方に適した焙煎度合いです。しかしここ近年ではここまで深入りにしたコーヒー豆はなかなか見ないですね。これ僕の経験なんですけども、エチオピアの豆は浅いにしても豆の青臭さは残りにくいです。なので一番初めに浅入りを飲んでみるのであれば、エチオピアの豆からスタートするのがいいのではないかと思っております。中南米の豆は比較的残りやすいので、中浅入りぐらいがいいかもしれません。もちろん生成方法によっては変わってくるので、生成方法によって浅入りにしてもフルーティーさが際立って、青臭さは全然ないっていうのもあるので、一概には言えませんが、エチオピアの
の浅入りはまず間違いないかなとは思います。はい、それではね、まとめに入っていきたいと思います。本日は美味しいコーヒーについて話していきました。美味しいコーヒーとは何ぞやということなんですけども、答えはあなたの中にしかありませんで、人によってコーヒーの好みって全然違うので、自分の好みを知りましょうってことですね。で、その自分の好みを知るには、まずたくさんのコーヒーを飲むことで自分の好みがわかります。もちろん、ロイブルチャンネルでコーヒーについていろいろ知ってもらうのも一つの方法だと思います。ロイヤルブルーコーヒーではコーヒー豆やドリップバッグも販売しています。注文してから焙煎するので、焙煎度合いも選べます。なので、飲み比べするには最適です。コーヒーの世界はとても広いし、とても深いです。まずはいろんな種類を飲んでみて、自分好みの豆を見つけてください。これを見てる皆さんに質問です。あなたはフルーツのような浅いり派ですか？それともガツンと苦味が来る深いり派ですか？ぜひコメントで残してください。それでは本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。では次の動画でまたお会いしましょう。ではまた。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方は、高評価やチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ロイヤルブルーコーヒーでは、自家焙煎のコーヒー豆やドリップパックを販売しています。詳しくは概要欄のリンクからチェックしてみてください。